どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。今回はアルカディア0式ライトヘビー Q3 の解説動画になります。解説としては、このような図解を用いてギミックの理解を深める内容になっております。また、この動画が必ずしも最適解ではない可能性がありますのであらかじめご了承ください。先に今回設置したフィールドマーカーの位置をご紹介します。一つの参考にしてください。それではよろしくお願いします。スマッシュインパクト。4回連続の全体攻撃です。軽減をしっかり入れましょう。ナックルパート。タンク2人への4連続の頭割り攻撃です。当固定の MT は、このタンク2人の頭割りを、フルバフと ST ヒラのバフで耐えれるのでソロ受けしています。4ウェイまたは8ウェイダブルラリアット。ボス中心の円半2が来ます。同時に技の数字が4ウェイだったらペア頭割り、8ウェイだったら全員に扇半2が来るので8方向に3回します。DPS は数字マーカーくらいまで円半2が来るので、それを目安にしましょう。タンクヒラルとこの交点ですね。これは8ウェイなので8方向3回ですね。4ウェイも見ておきましょう。4ウェイはペア頭回りになります。先に進みます。4ショックまたは8ショックパワーダイブ。ボスが向いている方向に飛び、そこから距離減衰攻撃が来ます。先ほどと同じで、技の数字が4ショックだったらペア頭回り、8ショックだったら全員に円半2が来るので3回します。近接組は飛びつき、殴りながらペア頭回りまたは3回しましょう。これは4ショックなのでペア頭回りですね。近接はしっかり離れて、距離減衰を受けてから飛びつきましょう。8ショックも見ておきましょう。8ショックは円半2が来るので3回します。近接4人はこのような位置関係で全員殴り続けれます。戻ります。スマッシュインパクト。4回連続の全体攻撃です。軽減をしっかり入れましょう。ボンバリアンボム。ノックバック付きの塔が6つ、遅れてもう1つ出ます。この塔は、4人受けの塔が2つ、2人受けの塔が4つ、そして8人受けの塔が1つあります。真ん中の8人用は後から出ます。出現する2パターンの位置関係は同じで、4人用が南北なのか東西なのかだけです。とりあえず見てみましょう。流れとしては、4人の塔、2人の塔、8人の塔の順に処理をしていきます。ノックバックを利用し、処理する塔に飛ぶようにしましょう。最後にボスが四隅に移動し、中央に向かって270度の前方反離をしてくるので、最後の塔はボス背面に飛ばされるようにしましょう。図解で見てみましょう。近接組と遠隔組に分かれて、北、西の4人の塔を近接組、南、東の4人の塔を遠隔組が入るようにしましょう。ボスを見て MT 組は左前の2人の塔に、ST 組は右前の2人の塔に飛ばされるようにします。ここで、角度調整が難しいと思う人は、この目印を参考にするといいと思います。2人の塔に飛ばされたら、今度は中央に向かって飛ばされます。この図解では中央にホールインワンしていますが、実際は8人受けの塔を通り越すのでしっかり戻ってください。そして、四隅のどこかにいるボスの背面に飛ぶようにして終わりです。ではもう一度見つつ先に進みます。4人の塔に入ります。角度を調整して、2人の塔に飛ばされます。ボスを探しつつ8人の塔に飛ばされます。ボスの背面に飛ばされて、背面でグリーンミストを避けて終わりです。ドーピング1回目。ボスがパワーアップし、攻撃が痛くなります。
さらにダブルラリアットとパワーダイブの内容が腕に炎をまとっていた場合で変化します。見た目にどんな違いがあるのか事前に見ておきましょう。左が最初の方に出てきたやつで、右が炎をまとっている状態です。同じ技名でもボスが炎をまとっていると、ダブルラリアットはドーナツ半身に、パワーダイブはボスが飛んだ先からノックバックが来る攻撃に変わります。まとめると、そのままだったら、ダブルラリアットが円半身、パワーダイブが距離減衰。炎をまとっていたら、ダブルラリアットがドーナツ半身、パワーダイブがノックバックです。炎をまとっていたら近づくというイメージですね。4ウェイまたは8ウェイダブルラリアット。早速炎をまとっていますね。このダブルラリアットがドーナツ半身になり、4ウェイなのでペア後回りですね。4ショックまたは8ショックパワーダイブ。これも炎をまとっているので、このパワーダイブはノックバック攻撃になります。そして、8ショックなので3回ですね。スマッシュインパクト。6連続の全体攻撃です。回数が2回追加されます。しっかり軽減をしましょう。ナックルパート。タンク2人への6連続の頭割り攻撃です。これも回数が増えていますね。タックマッチ。外周に2体の分身が出てきます。チェーンデスマッチ。どちらかの分身から鎖がつながります。この鎖は自分にしかついていませんが、実は表示されてないだけで全員についています。デバフもついていて、鎖につながった分身の攻撃に当たると解除ができ、当たらないと一定時間後に即死します。判断の仕方は、鎖とつながっていた分身のラリアット半身側に行きます。そこでカメラを回して正面にもう一体の分身を見て、ラリアットの半身を確認します。そして横にスライドしてアンチ側に行きます。1回目はこれで処理し、2回目の折り返し攻撃は来てない方の腕から来るので、先ほどスライドしてきた方向に戻るように角に行くと避けることができます。もしくは完全アンチの対角側に行くと覚えてもいいです。4ウェイまたは8ウェイダブルラリアット。炎をまとっていて、4ウェイなのでドーナツ半身の中でペア頭回りですね。スマッシュインパクト。6連続の全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。正式ヒューズボム。導火線付きボムがフィールドに8体出てきます。同時にプレイヤーの頭上に導火線が出現します。導火線はタンクヒラ組と DPS 組でこのような感じで長さが違います。フィールドのボムの位置関係は固定です。このギミックは単独でいる長い導火線のボムを基準にして3回を決めています。爆発が遅いボムのところに導火線が短いプレイヤーが3回して入ります。残りの導火線が長いプレイヤーは中央付近のアンチを利用して待機します。その位置は基準の長い導火線のボムを見てこの中央マークのこのラインにいましょう。そして次は先に爆発したプレイヤーは中央アンチで待機しましょう。その目安は基準のボムを見てこのラインです。後に爆発するプレイヤーは長い導火線のボムを基準にしてこのように3回します。では実際に見ましょう。頭上に短い導火線がつきました。ですので、自分の3回位置の長い導火線のボムの方に行きます。殴りたいけれど、真ん中に待機組がいるので、それに当てないように外周側に行った方がいいかもですね。終わったら中央で、導火線が長いボムとプレイヤーの爆発を避けます。基準にしているボムから近い、このラインがアンチの目安です。次は長い導火線がついた時を見ましょう。まずは、待機するので、基準にしているボムから遠い、このラインがアンチの目安です。
待機中に自分が3回する方向を確認しておきます。短い導火線組が爆発したら、自分の担当する位置へ3回します。ここのフェーズは、立ち位置を曖昧にするのではなく、しっかりと確認してから言ってください。零式ヒューズボム直後に来るパワーボムから続きを見ていきます。4ショックまたは8ショックパワーダイブ。これは炎をまとっていないので、距離減衰攻撃ですね。しっかり離れて、その後8ショックなので3回です。ヒューズフィールド。ボスの足元に火傷になる床、8方向に導火線が設置されます。その導火線は短い線が4本と長い線が4本あります。どこが長いとか短いとかランダムで設置されます。同時にタンクヒラ組、DPS 組それぞれに、早デバフまたは遅デバフが付与されます。そしてこのギミックは真ん中のエリアに、導火線の火が繋がらないようにしないといけません。処理としてはデバフを持っている時に、導火線の火に当たりその火を消していきます。早デバフの人から短い導火線を順番に処理し、次に遅デバフの人が長い導火線を順番に処理していきます。次に誰がどの導火線を担当するかですが、A マーカー方向からロール内優先度順に担当を割り当てます。タンクヒラが早デバフの場合、A から時計回りに短い導火線には MT、ST、H1、H2 となり、長い導火線には D1、D2、D3、D4 となります。別パターンで DPS が早デバフの場合も見ていきましょう。A から時計回りに短い導火線には D1、D2、D3、D4 となり、長い導火線には MT、ST、H1、H2 となります。ただ、D4 とか H2 など優先度が後ろの人は、A から時計回りではなく半時計回りに考えましょう。そして、優先度に従って、短いデバフの人から導火線の火に当たっていきます。ただ、導火線の火を処理すると、火魔法ダメージ上昇が2秒つくので、連続で処理することができません。しっかり火魔法ダメージ上昇が終わったのを確認してから、次の人が処理してください。また、導火線の火はだんだん中央に近づいてきます。適当に間に立っていると、意図せず火に接触し、順番を狂わしたり、タイミングが悪いとワイプになる可能性があります。ですので、横にずれておくか、ダメージ床を踏まないようにボスに近づいておきましょう。では、実際に2パターン見ていきましょう。まずは早デバフの D2 視点です。早デバフなので、短い導火線の火を消します。D2 の優先度はロール内で2番目なので、A から時計回りで2番目の短い導火線を担当します。早デバフから処理なので、まず D1 が導火線の火に当たります。火魔法ダメージ上昇のデバフがつきます。消えたのを確認してから2番目が当たりに行きます。次に D3、D4 と処理していきます。DPS が終わったら、遅デバフのタンクヒラが A から時計回りに優先度順で長い導火線を処理していきます。これで終わりです。次に遅デバフの D2 視点です。遅デバフなので、長い導火線の火を消します。D2 の優先度はロール内で2番目なので、A から時計回りで2番目の長い導火線を担当します。早デバフから処理なので、まず MT が導火線の火に当たります。続いて、ST、H1、H2 と処理していきます。早デバフ組が終わったので、次は遅デバフの DPS が長い導火線を消します。順番が後ろの方だと、自分が何番目なのかを忘れてしまうことがあります。その場合、爆発を数えるか、自分の前の人をしっかり見ておきましょう。自分の前の D1 が導火線の火に当たりました。火魔法ダメージ上昇のデバフがしっかり消えたのを確認してから、自分も導火線の火に当たりに行きましょう。このように触れてるようで触れてない場合があるので注意してください。続いて D3、D4 と処理をして終わりです。ちょっとよくわからない間があります。
先に進みます。ナックルパート。タンク2人への6連続の頭割り攻撃です。ドーピング2回目。さらにボスがドーピングを行い巨大化します。4ショックまたは8ショックボンバリアンスペシャル。最初の栄唱を見逃さないようにしましょう。ここで最後にペア頭割りなのか8方向3回なのかを確認しておきます。4ショックなのでペアになっておきましょう。まずは5連続の全体攻撃が来ます。すごく痛いのでしっかり軽減をし、ヒールハンディから乗れないようにしましょう。その後、ボスサークルより広めの円ハンディ攻撃が来て、すぐに狭いドーナツハンディが来るのでボスの竹座内に駆け込みます。最初から離れているのではなくちゃんと全体ヒールをもらう距離にいて、5発目着弾くらいで離れるといいと思います。次にノックバック攻撃の予兆が来るので、斜めに飛ばされましょう。アムレン剣術は、次のパワーダイブの時にリキャストが戻りませんので、温存しておくのが無難です。最後にペア頭割りか8方向3回の攻撃を処理します。それが来るまで動かないでください。ヒューズボムとタックマッチとチェーンデスマッチ。なんか色々来ていますが、奇出のギミックの組み合わせです。流れは長い、短い導火線のボムを処理して、鎖ギミックをしてパワーダイブです。今回は鎖が2本出ていてボスとも繋がっています。つまり、鎖で繋がったボスと分身両方の攻撃に当たらないといけません。ボムを処理している時に鎖は消えてしまうので、カメラ移動でどの分身と繋がっていたか見失っちゃう人は、マーカーで覚えておきましょう。鎖で繋がっていたのは B マーカー側の分身なので、このラリアットハンディに当たります。で、当たっちゃいけないラリアットハンディはこうなります。そしてボスのグリーンミストの270度のハンディを考えると、この部分にいれば鎖は処理できそうです。そして往復してきた最終的なアンチはここになりますから、この辺りにいれば良いと思います。C 側の分身と繋がっていた忍者の私は、MT さんの体格側にいますが、最終的なアンチを間違えてしまって死にます。4ショック8ショックパワーダイブ。これは炎をまとっていないので、鳥減衰攻撃ですね。しっかり離れて、その後4ショックなのでペア頭回りです。デスティさん一人で受けさせてすいません。でも、タンクは一人で耐えれるんですね。スマッシュインパクト。8連続の全体攻撃です。さらに回数が増えていますね。しっかり軽減をしましょう。ナックルパート。タンク2人への8連続の頭割り攻撃です。これもさらに回数が増えていますね。アタッチヒューズボム。頭上に導火線がつきます。極盛式スピニングファイヤー。ボスが回転して扇ハンディをしてくるのと同時に、円ハンディからドーナツハンディに拡大していく AOE が対角に出てきます。導火線がついていますが、気にせず避けます。このタイミングで中央を通って反対へ行きます。避けたら自分の担当するマーカーのところへ行きます。これで終わりです。担当するマーカーはこんな感じです。申し訳ありませんが、この動画の数字マーカーは北西が1になっているのでこのように紹介しています。しかし、北東が1でも担当する方角は変わりませんので、出されたマーカーをその都度確認していただければと思います。もう一度見ましょう。まずは普通に避けていきます。ドーナツが大きくなり、中央が空いたこのタイミングで反対に行きます。ボスの後ろで待ちながら扇が終わったら、自分の担当するマーカー付近まで行きます。遠隔は遠いところがあるので注意してください。
あとは自分の担当マーカー付近で範囲を避けつつ、最終的にはマーカーに立ちます。4ウェイまたは8ウェイダブルラリアット。炎をまとっていて、4ウェイなのでドーナツ範囲の中でペア頭割りですね。スマッシュインパクト。8連続の全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。ボンバリアンボム。ノックバック付きの塔が6つ、遅れてもう1つ出ます。前半のやつとほぼ変わりません。変わったところは最後がグリーンミストではなく、ラリアットコンビネーションになります。ですので8人の塔は、ラリアットアンチの四隅側へ飛ばされるようにしましょう。もちろん往復してくるのでカメラをボスに向けてアンチを確認しましょう。ナックルパート。タンク2人への8連続の頭割り攻撃です。ドーピング3回目。さらにボスがドーピングを行い、巨大化します。おそらくそろそろ時間切れが来るんだと思います。以上で解説を終わります。もし動画の内容がお役に立てたら、次回動画作成のモチベーションになりますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。